welcome to or back to my channel. 私の久しぶりにそのポーズやった。今回の動画では私の最近の毎日メイクのやり方をご紹介したいと思います。いつもよりもポイントとか、使ってる理由とかの説明も含めて紹介していきたいと思うので、一時期私めっちゃまつエクとかつけまつけてる時があって、今は言うてナチュラルめかな。つい2日前にアイブロウリフトとあとラッシュリフトもやって、めっちゃ自然な感じ。めっちゃまつげ漏れてない？Anyways、ぜひ参考になれればなと思っております。それでは早速動画に入っていきましょう。で、スキンケアと日焼け止めも塗った状態から始めていきたいと思います。それでこの Pixi の Detoxifyっていう名前の、アイマスクっていうのかな、目の下にのせるやつで、私目の下すごい乾燥しやすくて、パウダーのせると目の下に線みたいなのができてて、しっかり保湿してないとそういう線ができちゃうって知ってから毎回のせるようにしています。みんな気づいてるかどうかわかんないけど、私目のところにねちょっと黄色くなってる部分なの、こことか。カメラではあんま見えないかな、どうだろう。そこまで気にならないんだけど、目を白くしたいなと思って、いつもこのアメリカで買ったこの Lumify っていう目薬をさして、こういうなんか目を白くしてくれる目薬って日本にあるかどうかわかんないから、いつもアメリカで買ってるんだけど、もし日本でも薬局とかで売ってたら教えてください。私目薬さすの苦手。 OK、 待って、これ逆やない？ Like that。 次は眉毛をやっていきます。アイブラウリフトやるとすっごいメイクが楽になるんですね。こうやって見て、一番眉毛を立たせる状態だとこういう感じ。自分ではこういうところハゲスポットって呼んじゃってるんですけど、ハゲスポットはこういうアイブロウペンシルを使って埋めていきます。私は愛用してる Anastasia Beverly Hills の Brow Definer を使っていて、色がダークブラウンです。眉毛をセットするために次はこのアイブロウジェルを使います。私が使ってるのは Glossier の Brown です。眉頭っていうのかな、こっちの方をメインにジェルのせて、それでペンシルで描いた部分はちょっとだけのせてます。それでまた毛の向きを整えたいので、このブラシを使って内側の方にあるハゲスポットはこのアイブラウフリックっていうもので、眉毛用のアイラインみたいな感じで、これも Glossier です。 So Foundation、ベースっていうかプライマーは普段やってるけど外出る予定がなくて、ずっと一日中家にいるので直でファンデーションやっていきたいと思います。私が今使ってるのはメイベリンの Fit Me Matte and Poreless Foundation で、色が215のソフトベージュ。直接肌とかあとブラシにのせるよりも、私は手のひらに1回のせて量を調節しながらのせていきます。昔すごいニキビ跡が気になってた時は大量にもうのせてたんですけど、重くないライトウェイトなルックにしたいし、撮影とかでメイクするからそこまで肌に影響を与えたくないので、なるべく量少なくやるようにしています。ブラシは Real Techniques のもので、顔の中心部から徐々に外側に行くやり方で、ニキビ跡隠すためにちょっとデバコスなものじゃないとダメかなっていうなんかイメージしかなくて、高いファンデーションとか買ってたんだけど、でも全然そんなことないの。今体の色と合わせてるからちょっと微妙に違うって思うかもしれないけど、最近私日焼けできてないから結構白目だけど、あとちょっとで夏だ。皮膚がんっていうのかな、スキンキャンサーになるのが怖くて、今年はそこまで肌焼かないように決めてる。大人になっていくにつれ自分の健康とかを気にするようにしてきて、まだ21って若いと思うけど、今のうちに気をつけとかないといけないようなものかなと思って。よくみんなに日焼けサロン行ってんのって聞かれるんだけど、人生で一回も行ったことない。お父さんが東南アジア人だからすぐ焼けやすいのよね。この前 iHerb でいろいろショッピングして、セルフタンナーっていう自分で色をつけるやつを買ってみたので、その商品が届いたら Vlog とかでレビューをしようかなと思ってるので、お楽しみに。Like that! Yay! I really love this foundation. What is my concealer? なんか急に
ごめんね、私普段こんな感じなの。めっちゃ独り言言うし好きなの。自分にしゃべるのが好きなの。今日何食べよう、あでもこれ人参今日高いじゃん、レタスも高くなった、あでももやしは安いみたいな。スーパーでお買い物してる時もそんな感じで一回喋ってたら、なんか通りすがりの人になんかみたいな顔されて、ごめんね、自分と喋るのが好きなのって思って。私、コンシーラー2つ使っていて、ファンデーションと一緒の Maybelline Fit Me の色がね20で、これは自分の肌のトーンと一緒の色です。Hourglass のコンシーラー色は Oat なんですけど、これはちょっとだけっていうか2トーンぐらい明るめな色です。この2つのコンシーラーどっちも好きなんだけど、Hourglass の方はなんかベルベットスキンな仕上がり、こっちはナチュラルタイプナチュラルスキンな仕上がり。コンシーラーもこうやって手のひらにのせます。ニキビ跡のところをカバーしたいなと思ってるので、この自分の肌のトーンに合うコンシーラーとカラーコレクターキスミーのベース&シー黄緑っぽいコンシーラーをちょんってやります。2つの色を混ぜちゃいます。ここら辺とかおでこすごいニキビ跡気になるので、黄緑のティントが入ってるものを上からのせることで赤みが目立たなくなるんですよ。Hourglass のコンシーラーも結構明るいの分かるかな。同じキスミーのやつの次はオレンジ色のコンシーラーとかはクマをちゃんと修正してくれる機能があるので、目の下はこういうブラシを使っていきます。私は Sephora の Pro Concealer の57番のブラシ。まぶたのところも分かるかな、少しくすみが気になるので同じやつをのせて。 NEXT スタバブレイク。ちょっと待ってね。コントゥー。前まで私直接こうやってのせてたんだけど、無駄に化粧を顔にのせたくないので、ちょっと手のひらに1回のせてからこうやって、このやり方でやるとなんかもっとコントロールしやすいし、あとファンデーションとの馴染みがすごいいいの。ここから始めて下向きにやってるともっと顔がリフトアップされるので、これ vs これ結構違くない？で、ジャーラインのところはなんか全部シェーディングするよりも顎の下しかやってないです。私の顔結構丸めなんで、ここにしかシェーディングやらないことでちょっとシャープなルックになるんじゃないかなと思って。おでこはなんかシェーディングしすぎたくないので、そのブラシについた余ってるものを使って色をのせてるって感じかな。さっきのせたコンシーラーが全部取れるようにちょっとこういうティッシュを使っちゃってるんですけど、でシェーディングとか終わったらまたコンシーラー明るめな色のものを取ってハイライトしたい部分にのせていきます。あとシェーディングしたところの真下にもこうやって私はやるのが好きです。鼻のシェーディングっていうかこのコントゥアのせるときはちょっと難しいのでスティックそのままやっちゃってるんですけど、なんか L 字みたいなの作ってここの隙間開けてから鼻下は V の字を描いています。ブレンドアウトするときはなんか普通にパレット買った時についてきたブラシを使って、でコンシーラーを真ん中とか端の方に、さっき言うの忘れちゃった、ごめんね。シェーディングに使ってるスティックのものは Fenty Beauty と Mocha。 私結構メイク崩れないんですよね。で友達になんであなたさそんな崩れないのって秘密教えてよって言われて、これセッティングスプレーって言うんだけど、結構みんなメイク終わった状態でスプレーすると思うんですけど、とりあえずリキッドのものを全部なじませたら一旦スプレーして少し乾かしてからパウダーのせて、それでパウダーも終わったらスプレーしてって感じ。 So powder 目の下はこの Morphe のベーコンセットの Brightening Pink。 これは目の下を明るくするために使っています。こういう三角のスポンジ、ビューティーブレンダーのものなんですけど、指にこう挟んでベーキングをするので、これでとりあえず放置します。顔全体的に使うパウダーはこちら、フダビューティーの Easy Bake Loose Baking Setting Powder。 平べったい方にパウダーのせてシェーディングの
にこうやってやってます。これもベーキングするので多めにのせて、余分なパウダーはこうやってトントントンってセットしたいところにのせてます。この間にチークとか、パウダーのシェーディングをやります。最近これ使い始めてすっごい気に入ってるものなんですけど、これはエルメスのローズパワーウルパワーウレ、いや色がローズの37。この色日本っていうかアジア限定色なので、アジア人の肌の色にすごい馴染みやすい色なのかなと思って、こっちがチークついてる方、のせてない方で、ブラシはセフォラじゃない、エルフって言っちゃった。おでことか鼻とかにものせる方が自然なルックになると思うので、シェーディングのパウダーはこのマーク・ジェイコブスのものを使って、でこのふわふわなブラシはセフォラの何番だろう、59、この顎下のところもセットして、 So next 目、よくね二重整形したのって聞かれるの。 No、 今日は右目の方が幅が広いの分かる？で左目は普通に奥二重みたいな感じになってて、昔それがすごい嫌だったんだけど、最近はもうなんかどうでもいいIt's fine、 そこまで私のこと見てる人いないんでしょと思って、だからもしみんなも気にしてる人いたら It's alright, it's fine。 同じシェーディングに使ったパウダーと、あとさっきブレンドアウトするように使ったブラシでまぶた全体にのせて、でついでに鼻のシェーディングもやって、またさっき使ってたセファラのスポンジを取って平べったい方にパウダーをのせて、これもちょっとベーキングするので置いておいて、そんでさっきのせたパウダーはこうやって落としちゃってます。何もしてない状態。めっちゃまつげくるってなってて可愛くない？私が使ってるマスカラはこちらの Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect っていうもので、色は多分ブラック。このマスカラすごいまつげ長く見せてくれるので好きなんですけど、Like look at that。 まつげくに見えない？自分でやっときながらキモいっていう。またやってるし、その顔。1番コートだけじゃなくて2コートぐらいやるのが好きなの。下まつげも同じマスカラで、さっき鼻の横にのせたパウダーを落として、アイライナー私使うのは I like to use Bobbi Brown ジェルアイライナー02のセピアインク。この前載せた私が垢抜けた方法の動画でもお話ししたように、私はリキッドアイライナーよりもジェルの方が似合うので、このブラシ適当に買ったものなんですけど EF フェイスというもので、アイブロウブラシって書いてあったんですけど、私はもうアイライナー用に使っています。こうやって最初に下の方の線を描いてからの内側にこうやって引っ張って埋めていって、 NEXT またアイシャドウに入っていくんですけど、Charlotte Tilbury のアイシャドウパレットの Exagger Eyes に Oh my gosh 入ってくるこの白っぽい色を目頭の方にのせます。これでちゃんと見えるかな。もうちょっとアイシャドウやりたいよという方は、同じ先ほどの Exagger Eyes のパレットのこっちの暗めのロージーな色を取って、本当はアイライン引く前にのせる方がいいんですけど、まあこれでも大丈夫っしょって感じ。リップいつも私が使ってるコンビネーションにしていこうかなと思っております。 Charlotte Tilbury のライナーが一番好きなんですけど、ホットゴシップピロートークかピロートーク2でも一番ピロートークが合ってるかなと思って、ここの中心部は自分の唇の少し下にラインを引いて、こっち側はなんか内側を引く感じ、上も同じく自分の唇の線からはみ出ないように。いつも私が使ってるのはディオールのこのリップで、色はヌード100で、このグロスっていうかマットじゃない方のものを使ってるんだけど、どこにあるかわかんないのでマットを使います。こうのせてその後に Fenty Beauty で、色は Fenty Glow です。
一番最後にセッティングスプレー、また同じく Charlotte Tilbury の Airbrush Flawless Setting Spray。 セッティングスプレーのせた後にまだ顔のテカリが気になる場所があれば、また最初に使ったセッティングパウダー、フダビューティーの方をスポンジにのせて上からトントントンってやれば消えます。 OK、 これで動画終わります。最後まで見てくれてありがとうございます。また来週かな ?No、 いや、そうだね、来週の火曜日にお会いしましょう。 See you guys! Bye!